序章。この動画を見てはいけない人たち。これから話すことは教科書には絶対に載らない。学校の先生も教えてくれない。就活サイトにも掲載されていない。でもあなたは一度は考えたことがあるはずだ。ヤクザって実際どれくらい稼いでいるんだろうと。テレビや映画のヤクザは常にベンツに乗り、高級クラブで豪遊し、札束を積み上げている一方で、現実に逮捕された組員のニュースを見ると、見るからに生活に苦しそうな人物が映し出されることもある。一体どちらが本当なのか。この動画では警察庁の公式データ、国内外の学術論文、ジャーナリストの調査報道、そして元組員たちの証言を徹底的に照合し、ヤクザという職業の経済実態を可能な限り正確に分析していく。さらにヤクザだけにとどまらず、敵や地面師、闇金業者、半グレといった日本のグレーゾーン職業の収入構造と比較することで、日本社会の見えない経済層を浮かび上がらせる。これは暴力団を美化するコンテンツではない。これは日本社会のもう一つの経済学についての徹底したドキュメンタリーだ。では始めよう。第1章。そもそもヤクザとは何者か。組織の構造と階層。ヤクザの年収を語る前に、まずヤクザという組織がどのような構造を持っているかを理解しなければならない。なぜならヤクザの収入は職位によって天と地ほどの差があるからだ。同じヤクザという言葉でくくっても、組のトップである組長と組に入りたてのいわゆる部屋住みの若い衆では、その経済格差は一般社会における大企業の社長と非正規労働者の差をはるかに超える。まずは組織の基本構造を整理しよう。警察庁が毎年公表している暴力団情勢によると、日本の暴力団は大きく指定暴力団とその他の暴力団に分けられる。令和5年版の警察白書によれば、日本全国の暴力団員の総数はおよそ24,100人。ピーク時の1963年には約18万人以上いたと言われているから、実に60年で約 87% が減少したことになる。この激減の背景には、1992年に施行された暴力団対策法、通称暴対法の存在がある。しかし、数が減ったことと弱体化したことは必ずしも同義ではない。この点については後の章で詳しく触れる。さて、組織の階層構造だが、これは非常に複雑だ。最大組織である山口組を例にとると、頂点には組長、会長がいる。その下には課頭、舎弟頭、本部長といった最高幹部がいる。さらにその下に直参と呼ばれる直属の幹部組長たちがいて、彼らがそれぞれに二次団体と呼ばれる独立した組織を率いる。二次団体の組長の下には三次団体があり、さらにその下に部屋住みの若い衆がいる。つまりヤクザ組織というのは本質的にはフランチャイズ制のビジネスモデルに非常に近い構造をしている。オックスフォード・ユニバーシティ・プレスから出版された暴力団研究の代表的学術書、ピーター・ P. ヒル、ザ・ジャパニーズ・マフィア、2003年ではヤクザ組織を階層的フランチャイズとして分析している。つまり下部組織は上部組織に上納金を支払う代わりに、その組の看板と縄張りを使う権利を得る。これはコンビニエンスストアのフランチャイズオーナーが本部にロイヤリティを支払う構造と驚くほど類似している。ではこの階層構造の中でそれぞれのレベルにいる人間は一体いくら稼いでいるのか。次の章から段階別に具体的な数字を見ていこう。第2章、最底辺の経済学。部屋住みは回収の手取りの現実。ヤクザ組織の中で最も数が多く、そして最も経済的に苦しい立場にいるのが部屋住みと呼ばれる最下層の組員たちだ。部屋住みとは文字通り、親分や兄貴分の家や事務所に住み込み、身の回りの世話から雑用、見張りまであらゆる雑務をこなす見習い機関の若者たちのことを指す。広末昇の著書ヤクザになる理由新潮新書2013年によれば、ヤクザに加入する若者の多くは、10代後半から20代前半の社会的に孤立した背景を持つ人間が中心だという家庭環境の崩壊、学校での孤立、貧困といった要素が複合的に絡み合い、組織に属することで初めて居場所を得たという感覚がヤクザへの入り口になるケースが多い。では、そのような背景を持って組に入った若者は一体いくら稼いでいるのか。答えは驚くほどシンプルだ。ほとんどの場合、給料はない。正確に言えば、給料という概念が存在しない。部屋住みの若い衆が受け取るのは、小遣いと呼ばれる不定期な現金のみだ。その額は月に数万円程度、多くて10万円以下というケースがほとんどだという。住む場所と食事は組が提供するため、ゼロではないが、自由に使えるお金という意味では、コンビニのアルバイトよりもはるかに少ない。鈴木智彦のルポルタージュヤクザと原発文芸春秋。2011年には、著者が実際に潜入取材を行った際に、見聞きした仮想組員の生活実態が描かれており、金がないから逃げられない。逃げられないからまた金がないという構造的な貧困の罠が詳述されている。これは経済学的に言えば
負の報酬トラップに近い状態だ。最初に提供される住居と食事という現物給付が一種の負債として機能し、組員は恩義という形で組織に縛られていく現代の労働経済学でいうロックイン効果そのものが、暴力と忠誠心というベールをまとって存在しているわけだ。では、部屋住みを出して、一人前の組員として認められるとどうなるのか。杯をもらうと表現される、正式な組員加入の儀式を経た後、組員は自分でしのぎ、つまり稼ぎを作ることが求められるようになる。しのぎとは、組員が自力で稼いでくる収入源のことだ。その種類は実に多様で、みかじめ料の徴収、債権回収、示談交渉への介入、建設業廃棄物処理業への関与、風俗関連業者への関与、さらには薬物密売まで、グレーから真っ黒まで幅広いスペクトルにわたっている。一人前の組員として独立してしのぎを持つようになると、月収は一気に幅が広がる。うまくいけば、月30万から50万円程度、さらに特定のしのぎが当たれば100万円を超えることもあるというのが、複数の元組員証言から読み取れる共通認識だ。しかしここで重要な点がある。しのぎで稼いだ金は、すべて自分のものになるわけではない。上納金という仕組みが存在するからだ。第3章、上納金という名の税金。ヤクザ組織の内部課税システム、上納金。これがヤクザの経済を理解する上で、最も重要なキーワードの一つだ。一般社会で働く私たちは、毎月の給与から所得税と社会保険料が差し引かれる、国や自治体というシステムに対して、一定の割合を納めることで、社会インフラや福祉サービスを受ける権利を得る。ヤクザの世界における上納金は、構造的にはこれと非常によく似ている。ただし、決定的な違いが一つある。それは、国の税金には法律という根拠があり、徴収の上限が定められているのに対して、上納金には明文化されたルールも上限も存在しないという点だ。上納金システムを非公式な内部課税メカニズムとして定義している。具体的な仕組みはこうだ。3次団体の組員は、稼いだしのぎの一定割合を自分の組の組長、つまり3次団体の長に納める。3次団体の組長は、稼ぎの一定割合を2次団体の組長に上納する。2次団体の組長は、さらにその上の1次団体、つまり山口組や住吉会などのトップ組織に毎月一定額を上納する。この多層的な上納構造の中で、仮想の組員が実際に手元に残せる金額は、稼いだ総額の半分以下になることも珍しくないとされている。では、具体的に上納金の額はどれくらいなのか。溝口敦の暴力団新潮新書、2011年では、二次団体の組長クラスが本家に納める上納金は、月額で数十万円から数百万円の幅があるとされている組の規模、縄張りの収益性、そして本家との関係性によって大きく変動するため、一律に示すことは難しい。しかし重要なのは、この上納金が組員にとって任意の拠出ではなく絶対的な義務であるという点だ。上納金を滞納したり、持ち逃げしたりした場合の結末は想像に難しくない。広末昇の研究では、上納金の滞納が組内での制裁、暴力、さらには落とし前と呼ばれる身体への危害にまで発展するケースが報告されている。この構造は、経済学的に見ると強制的なレント時代抽出に近い組の看板という資産を使う権利に対して、下部組織が継続的にレントを支払い続けるシステムだ。そして、もう一つ重要な経済的負担が存在する。義理事と呼ばれる冠婚葬祭への出費だ。組の幹部の誕生日、組長の記念行事、仲間の葬儀、刑務所に入った組員への差し入れと出所祝い。これらはすべて、組員が自腹で負担しなければならない。見えない税金として機能する。ジェイク・エーデルスタインのルポ、東京バイス、2009年では、取材を通じて聞いた中堅組員の言葉として、義理事の出費だけで月に10万から20万飛ぶことがあるという証言が記録されている。つまり、月に100万円稼いだとしても、上納金で30万、義理事で15万を支払えば、手元に残るのは55万円以下になる計算だ。さらに、組員には表向きの収入証明がないため、銀行口座の開設やローンの申請、賃貸物件の契約といった一般社会での基本的な経済活動が著しく制限される。これは可視的な収入の問題だけではなく、経済的な市民権の剥奪ともいえる状態だ。内閣府が2019年に発表した反社会的勢力への対応に関する調査研究では、金融機関や不動産業者による反社チェックの強化が進んでおり、暴力団員またはその関係者とみなされた場合には、一般的な金融サービスへのアクセスが原則として遮断されることが報告されている。つまり、ヤクザとして稼いだ現金は、現金のままでしか保管できない銀行に預けることも、不動産や株式として運用することも、極めて困難だ。これは経済的合理性の観点から見ると、非常に不利な状況だ。手元の現金は、インフレによって実質的に価値が目減りし続ける一方で、適切な資産形成の手段を持たない組員は、稼いだそばから消費するしかなくなる。高級車、高級時計、
高級クラブでの豪遊、これらは単なる見栄ではなく、資産に変換できないから消費するしかないという経済的必然性の産物でもあるという側面がある。ヤクザは稼いでいるようでいて、実は最も非効率な経済主体の一つかもしれない。では、そのような不利な条件の中でも、ヤクザ組織の上層部にいる人間たちはどうやって富を蓄積してきたのか。次の章では、組長幹部クラスの本当の収入に迫る。第4章、頂点の経済学、組長幹部クラスの本当の収入。前の章では、ヤクザ組織の底辺にいる若い組員たちの厳しい経済実態を見てきた。では、組織の頂点に立つ組長や幹部クラスの人間たちは、実際にどれほどの収入を得ているのか。結論からよ、その差は想像をはるかに超えるほど大きい。まず、2次団体や3次団体の組長クラスから見ていこう。複数の元組員証言と研究者の調査を総合すると、地方都市の3次団体組長クラスで月収100万円から300万円程度、都市部の2次団体組長クラスになると、月収300万円から1000万円以上に達するケースも存在するとされている。ただし、これはあくまでも稼ぎの良い時期の話であり、しのぎの種類や縄張りの収益性、経済環境、そして取り締まりの強度によって大きく変動する。ピーター・ B. ヒルの研究では、日本の暴力団幹部の収入を固定収入型と変動収入型の2種類に分類している。固定収入型というのは、縄張り内の飲食店や風俗関連業者から毎月定期的に徴収するみかじめ料、つまり場所代のことだ。これは景気に左右されにくく、組の安定的な収入源として機能する。変動収入型は、不動産取引への介入、企業への融資、建設業における下請け利権、示談交渉への介入などで得られる収入だ。1件あたりの金額は大きいが、案件が発生しなければゼロになる不安定な収入源でもある。組長クラスの本当の強みは、この2種類の収入を組み合わせ、さらに下部組織からの上納金を受け取る3層構造の収入モデルにある。自分でしのぎをするのではなく、部下たちのしのぎから上納金を吸い上げ、さらに縄張りの固定収入も受け取る。これは経営学的に言えば、レバレッジを効かせたパッシブインカムモデルに近い。自分が直接リスクを取らず、下部組織にリスクを分散させながら、上積みの収益だけを受け取る構造だ。では、組織の絶対的頂点である一次団体のトップはどうか。山口組や住吉会、稲川会といった指定暴力団の最高幹部クラスの収入については、当然ながら正確な数字を把握することは不可能だ。しかし、ヤクザ、ジャパンズ、クリミナルアンダーワールドの中で、カプランとデュプロは、日本の主要暴力団組織全体の年間収益を推計しており、1990年代のピーク時には総額で1兆円から1兆5000億円規模に達していた可能性があると指摘している。この数字を現在の組員数で単純に割り算してはいけない。なぜなら、収益は極度に集中した構造で上層部に集積されているからだ。広末昇の研究では、組織収益の 70% 以上が上位 10% の幹部に集中しているという傾向が示唆されている。これは一般社会の所得格差よりもはるかに極端な超格差構造だ。そして、組長クラスが一般の組員と根本的に異なるのは、収入の質にある。組長クラスの人間は、長年にわたる組織運営の中で、表向きは合法的な事業を持っていることが多い。建設会社、不動産会社、産業廃棄物処理業者、飲食チェーン、これらは組の資金が流れ込むフロント企業として機能しながら、同時に組長個人の合法的な収入源としても機能する。鈴木智彦が魚とヤクザ小学館、2018年の中で詳述しているように、暴力団と合法的な産業界の境界線は、私たちが想像するよりもはるかに曖昧で、複雑に絡み合っている。東京商工リサーチが毎年発表している反社会的勢力関連企業調査でも、暴力団関連企業と疑われる法人が毎年一定数発覚しており、その業種は建設業、不動産業、飲食業、人材派遣業など多岐にわたっている。つまり、組長クラスの本当の年収を計算しようとすると、組から受け取る上納金収入だけでなく、フロント企業からの役員報酬、不動産収入、投資収益なども含めなければならない。その全体像を正確に把握することは、捜査当局でさえ非常に困難だとされている。ただ一つ確実に言えることは、頂点に立つ人間と底辺にいる人間の間には、同じヤクザという言葉ではくびれないほどの圧倒的な経済的断絶が存在するということだ。第5章、バブル期という黄金時代。ヤクザ経済の絶頂と崩壊。ヤクザの経済史を語る上で、絶対に避けて通れない時代がある。1980年代後半から1990年代初頭にかけてのバブル経済期だ。この時代は、ヤクザ組織にとっても前代未聞の黄金時代だった。なぜ一般社会の好景気がヤクザの収入を押し上げたのか。その答えを理解するためには、まずバブル期の日本経済がいかに異常な状態にあったかを把握する必要がある。1985年のプラザ合意以降、
日本円は急激に価値が上昇した輸出産業への打撃を恐れた日本銀行は金融緩和政策を実施し、市中に大量の資金が供給された。その資金は株式市場と不動産市場に流れ込み、地価と株価は毎年驚異的な速度で上昇し続けた。東京都内の地価は最盛期には東京の土地を全部売ったらアメリカ全土が買えると言われるほどの水準にまで膨れ上がった。この異常な地価上昇の中で、ヤクザは地上げ屋として不動産開発業者と深く結びついた。地上げとは再開発予定地の地権者を立ち退かせる作業のことだ。法的な交渉で立ち退きを拒否する地権者に対して心理的圧力をかけて立ち退きを実現させる。この交渉力に対して不動産開発業者がヤクザに莫大な報酬を支払っていた。広末昇の研究によれば、バブル期の地上げ案件では1件あたりの報酬が数千万円から億単位に達するケースも珍しくなかったとされている。さらにバブル期の日本では企業間の株式の持ち合いが一般的だったため、株主総会が総会屋と呼ばれる暴力団関係者に脅かされるリスクが常に存在していた。大企業が総会屋に支払う顧問料や解決金は当時は半ば公然と行われており、その総額は年間数百億円規模に達していたと推計されている。溝口敦の暴力団ではバブル期における大企業と暴力団の癒着構造を日本型コーポレートガバナンスの暗部として詳述している。この時代、地上げ、総会や土地転がしへの介入、高級クラブの経営、これらのしのぎが同時並行で爆発的に膨らんだことで、ヤクザ組織全体の収益は空前絶後の規模に達した。当時を経験した元組員たちの証言には、ある共通したエピソードが登場する。お金を数えることに飽きた。現金が邪魔になって、机の引き出しに押し込んでいた。一晩で数百万円使っても、翌日にはまた補充されていた。これらは誇張ではなく、当時の実態を反映した証言だという見方が、複数の研究者によってなされている。しかし、この黄金時代は突然終わりを告げる。1991年、日本銀行は急激な金融引き締めに転じた。バブルは崩壊し、地価と株価は急落した。さらに翌1992年、暴力団対策法が施行された。この2つの出来事が、ヤクザ経済に与えたダメージは計り知れない。バブル崩壊で地上げという最大のしのぎが消滅し、暴対法によって事務所の開設や資金調達、組員への融資が制限されるようになった。溝口敦は暴対法はヤクザにとって最初の本格的な経済制裁だったと表現している。さらに2011年、各都道府県が相次いで暴力団排除条例を制定したことで、一般企業や市民がヤクザと取引することも明確に禁止された。銀行口座の開設ができない、事務所の賃貸契約ができない、ゴルフ場や飲食店の利用を断られる。これらの経済的な締め出しは、ヤクザ組織の資金調達能力を根本から揺るがすものだった。警察庁のデータでも、暴対法施行後から組員数は一貫して減少傾向を示しており、特に2011年の暴排条例施行以降は減少ペースが加速している。しかし、ここで一つの重要な問いが生まれる。締め出された暴力団が向かった先はどこか。その答えが、次の章で取り上げる、半グレとヤクザ経済の変容だ。第6章、半グレという新興勢力。ヤクザ経済の進化型とその収入構造、暴対法と暴排条例による経済的な締め出しが強化される中、日本の裏社会に新たなプレイヤーが台頭してきた。半グレと呼ばれる集団だ。半グレとは、暴力団のような明確な組織構造を持たず、指定暴力団にも属さない、いわゆるグレーゾーンに存在する犯罪集団の総称だ。警察庁はこれを準暴力団と定義しているが、その実態は非常に多様で、元暴力団員、元不良少年グループのメンバー、詐欺師、IT 技術者など異なるバックグラウンドを持つ人間が緩やかなネットワークを形成しているケースが多い。では、なぜ半グレが台頭したのか。その最大の理由は、暴力団員であることが経済活動の最大の障害になったという逆説的な現実にある。指定暴力団の組員であることが判明した瞬間に、銀行口座は凍結され、携帯電話の契約は解除され、アパートは退去を求められる。一方、暴力団に所属していない半グレは、少なくとも表面上は一般市民と同様の経済的権利を持ち続けることができる。これはビジネスの観点から見ると、決定的な競争優位性だ。広末昇は研究の中で、この現象を合理的な組織離脱として分析している。つまり、組員たちは暴力団という看板を捨てることで、経済的な生存可能性を高める合理的な選択をしているという見方だ。半グレの主要なしのぎは、従来のヤクザとは大きく異なっている。最も代表的なものが特殊詐欺だ。いわゆるオレオレ詐欺、架空請求詐欺、還付金詐欺などの総称である特殊詐欺は、警察庁のデータによれば、2023年の被害総額が約455億円に達している。この特殊詐欺を組織的に運営する半グレ集団では、役割が精密に分業化されている。電話をかけるかけ子、
被害者から現金を受け取る受け子、資金を管理移動させる出し子、そして全体を統括するリーダー層、かけ子や受け子として使われる実行役の若者たちは、1件あたり数万円から数十万円の報酬を受け取るが、逮捕リスクも最も高い。一方、リーダー層は直接手を汚さず、組織の外側から指示を出すだけで月に数百万円から数千万円の収益を得ているとされる。これはヤクザの上納金システムと本質的に同じ、リスクの下方以上と収益の情報集中という構造だ。さらに注目すべきは、半グレが IT 技術を積極的に取り込んでいる点だ。暗号資産を使った資金洗浄、闇バイト募集のための SNS 活用、フィッシング詐欺、投資詐欺、これらは従来の暴力団が苦手としていたデジタル領域でのしのぎであり、半グレが持つ組織の縛りのなさと技術への適応力が組み合わさることで急速に拡大している。内閣府の調査によれば、特殊詐欺の検挙件数は増加しているものの、組織の全容解明には至っていないケースが多く、見えない組織としての半グレの捜査難易度は従来の暴力団よりも高いとされている。では、半グレのリーダー層の年収はどれくらいなのか。複数の捜査関係者や研究者の見解を総合すると、大規模な特殊詐欺グループを率いるリーダーの年収は数千万円から億単位に達する可能性があるとされている。しかも、半グレのリーダーは表向きは一般企業の経営者や個人事業主として活動しているケースが多く、その収入の全貌は極めて把握しにくい。ここに、現代の裏社会経済の最も深刻な問題が潜んでいる。法律の網の目が、かつてのヤクザ組織を締め付ければ締め付けるほど、より見えにくく、より補足しにくい形態に進化した犯罪経済が生まれてくる。これは生物の進化における自然選択に酷似した現象だ。環境の変化に適応できない個体は淘汰され、適応できた個体だけが生き残り、次世代の主流となる。裏社会の経済も、全く同じ論理で動いている。第7章、比較経済学、敵や地面師、闇金業者の年収と生態系。ここで一度、視野を広げてみよう。ヤクザという存在は、日本の裏社会経済の中の一つのプレイヤーに過ぎない。その周辺には、ヤクザとは異なる論理で動く、複数のグレーゾーン職業が存在している。それぞれの年収と経済構造を比較することで、日本の裏社会経済の全体像が浮かび上がってくる。まず、敵屋から見ていこう。敵屋とは、縁日や祭りの露天商として生計を立てる人々のことだ。その歴史は江戸時代にまで遡り、日本の伝統文化と深く結びついた存在でもある。警察白書にも記載があるように、敵屋の一部は指定暴力団と関連を持つ組織に属しているケースもあるが、多くは独立した敵屋組合に属する職人的な商売人だ。敵屋の収入構造は、ヤクザとは全く異なるシンプルな構造をしている。基本的には、売上から諸場代場所代と経費を差し引いた純利益が全て自分の収入になる。縁日での1日の売上は規模によって大きく異なるが、標準的な露店で1日8万円から12万円程度の売上があるとされている。そこから諸場代として売上の 5% 前後、光熱費や清掃費として1万円前後、材料費として売上の 20% から 30% を差し引くと、1日の純利益は3万円から5万円程度になる計算だ。ただし、敵屋の最大の特徴は長季節性にある。夏の大型祭りと春の花見シーズンに収益が極度に集中しており、その繁忙期だけで年収の大半を稼いでしまう。繁忙期の最盛期には月収100万円を超えることもある反面、閑散期の冬場は月収10万円以下になるケースも珍しくない。年間を通じた平均年収は400万円から700万円程度とされており、これは日本の会社員の平均年収とほぼ同水準だ。厚生労働省の令和5年賃金構造基本統計調査によれば、日本の一般労働者の平均年収はおよそ460万円であるから、敵屋は思いのほか普通の年収水準にある職業と言える。ただし、社会保険がない、老後の保障がない、天候リスクが直撃する、といったデメリットを加味すれば、リスク調整後の実質的な待遇は平均を大きく下回ると言える。次に、地面師を見てみよう。地面師とは、不動産の所有者になりすまして土地や建物を不正に売却し、買い手から代金を騙し取る詐欺師集団のことだ。2017年に発覚した積水ハウスの地面師詐欺事件は記憶に新しい。東京五反田の給旅館跡地をめぐり、積水ハウスが地面師グループに約55億円を騙し取られたこの事件は、地面師という存在を日本中に知らしめた。地面師の収入構造は、敵屋とは全く異なるハイリスクハイリターン型だ。案件が成功すれば、グループ全体で数億円から数十億円の利益を得ることができる。しかし、一方で失敗すれば、即座に逮捕起訴につながる高リスクの一発勝負型のしのぎでもある。地面師グループの中核メンバーの年収を試算すると、成功案件が複数ある場合は、数千万円から億単位に達する可能性がある。しかし、多くの地面師は長期間にわたって活動を続けることができず、数年以内に逮捕されるというデータがある。つまり、
地面師の生涯期待収入を計算すると、リスクと期間を考慮すれば見かけほど高くないという可能性もある。これはギャンブルの期待値計算に近い論理だ。表面上の最大利益が大きく見えても、失敗確率と失敗時のコスト対保服益を加味した期待値は見かけよりも大幅に低くなる。続いて闇金業者の経済構造を見てみよう。闇金業者とは貸金業法に定められた上限金利を大幅に超える違法な高金利で金銭を貸し付ける業者のことだ。法定上限金利は年利 20% だが、闇金業者が設定する金利はその何十倍から何百倍にも達することがある。トイチという言葉を聞いたことがあるだろうか。10日で1割、つまり10日ごとに元本の 10% の利息を取る貸付のことで、年利換算すると実に 365% に達する。さらに悪質なケースでは都算、つまり10日で3割、年利換算で 1095% という目を疑うような金利設定も存在する。この異常な金利設定が闇金業者の収益構造の根幹を成している。例えば10万円をトイチで貸し付けた場合、10日後に1万円の利息が発生する。30日で3万円の利息収入だ。元本は手元に残ったままなので、同じ10万円を繰り返し貸し続ければ、月に3万円の純利益が発生する計算になる。これを100万円規模の貸し付けに拡大すれば、月に30万円の利息収入が得られる。1000万円規模であれば月に300万円だ。実際の闇金業者の運営規模は様々だが、中規模の闇金業者でも月収数百万円を得ているケースは珍しくないとされている。ただし、闇金業者も近年は取り締まりが強化されており、貸金業法違反での検挙件数は増加している。また、返済能力のない債務者からの回収には、脅迫や暴力といった手段が用いられることも多く、その段階で傷害罪や恐喝罪といった別の罪が加わり、より重い刑事責任を問われるケースが多い。これらグレーゾーン職業全体に共通する経済的特徴を整理すると、次のような構造が見えてくる。一つ目は、リスクと収益が正の相関関係にあるという点だ。より違法性の高いしのぎほど、成功時の収益は大きいが、失敗した場合のコストも比例して大きくなる。二つ目は、収入の不安定性だ。どのグレーゾーン職業も、収入の継続性と予測可能性という点では、一般的な雇用形態に大きく劣る。三つ目は、経済的市民権の制限という共通のコストだ。ヤクザであれ、半グレであれ、敵屋であれ、これらの職業に関与することで、社会の正規経済システムからの排除リスクが生じる。このような分析を通じて見えてくるのは、グレーゾーン職業の見かけの高収入は、実は通常の職業では引き受けないリスクに対するプレミアムとして解釈できるという事実だ。経済学でいうリスクプレミアムの概念だ。危険な仕事には高い報酬が支払われるべきという労働市場の論理は、裏社会にも同様に適用されている。ただし、裏社会のリスクプレミアムには、一般労働市場には存在しない特殊なコストが含まれている。それは自由の喪失というコストだ。逮捕服役によって失われる時間、社会的信用の完全な喪失、そして普通の生活に戻れないという人生レベルの機会コスト、これらを全て含めた真のコストを計算したとき、グレーゾーン職業の割の良さは見かけよりもはるかに小さくなる。第8章、経済合理性の解剖。ヤクザになることは割に合うのか。ここまでの章でヤクザという職業の収入構造を様々な角度から見てきた。部屋住みの若い衆はほぼ無給に近い状態で日々の雑務をこなす。中堅組員はしのぎで稼いだ収入の相当部分を上納金と義理ごとで失う。組長クラスは組織の頂点に立つことで莫大な収益を得るが、その立場を維持するためのコストと逮捕リスクも比例して大きくなる。では改めてこう問いかけてみよう。ヤクザになることは経済的に合理的な選択なのかと。この問いに答えるためには、まず経済合理性という概念を正確に理解する必要がある。経済学における合理的選択とは、ある個人が置かれた状況の中で、自分が認識しているコストとベネフィットを比較し、最も高い期待効用をもたらす選択をするという考え方だ。重要なのはその個人が置かれた状況という部分だ。広末昇の研究が繰り返し強調しているのは、ヤクザへの入り口に立つ若者の多くは、選択肢が著しく限定された状況に置かれているという事実だ。中学高校を中退あるいは卒業後に安定した就職先を見つけられず、家庭環境も崩壊していて、社会的なセーフティネットにもアクセスできない。そのような状況に置かれた若者にとって、ヤクザという選択肢は危険な選択ではなく、数少ない選択肢の中の一つとして移る。住む場所を与えてくれる。食事を用意してくれる。仲間と呼べる人間ができる。社会の中での立場が生まれる。この観点から見れば、ヤクザへの加入は個人の合理的な選択として解釈できる側面がある。ただし、これは情報の非対称性という重大な問題を含んでいる。組に入る前の若者は、組に入った後の現実を正確には知らない。上納金の重さも、義理ごとの出費も、暴対法による経済的締め出しも、逮捕リスクの高さも、辞めたくても辞められない構造も、
入る前には十分に理解していない。この情報の非対称性こそがヤクザ組織の持続的な人材供給を可能にしているメカニズムの一つだと言える。ピーター・ B. ヒルはこれを非対称情報下での契約問題 CONTRACTUAL コントラクチュアルプロブレムアンダーアイシメトリックインフォメーションとして分析している。つまりヤクザ組織は潜在的な加入者に対して組に入ることのベネフィットを強調し、コストを隠蔽することで入組という契約を成立させているという構造だ。では実際に組に入った人間が長期的に得られる期待生涯収入はどれくらいなのか、これを試算してみよう。仮に20歳でヤクザに入り40歳で辞めるまでの20年間を想定する。最初の5年間は部屋住みとして月収5万円以下、次の10年間は一人前の組員として月収30万円から100万円の幅で変動。最後の5年間に運よく幹部に近い立場になれた場合、月収200万円以上。この粗い試算で20年間の累計収入はおよそ1億5000万円から3億円程度になる可能性がある。しかしここから逮捕服役期間中の収入ゼロの期間を差し引く必要がある。警察庁のデータによれば暴力団構成員の検挙人員は毎年一定数に上っており、組員として10年以上活動すれば何らかの形で逮捕起訴されるリスクは決して低くない。仮に20年の活動期間中に合計5年間を服役で失うと仮定すれば、実質的な収入期間は15年に短縮される。さらに出所後の再社会化コストも無視できない。暴力団員としての前科は出所後の就職活動を著しく困難にする広末昇の研究では、元組員が一般社会に戻った後に安定した雇用を得られる確率は極めて低く、再び犯罪に手を染めるか貧困状態に陥るかという厳しい状況に追い込まれるケースが多いことが示されている。これらのコストを全て加味したリスク調整後の期待生涯収入を計算すると、ヤクザという職業の経済合理性は一般的なブルーカラー労働者の生涯収入と比べて必ずしも優れているとは言えないという結論が導かれる。厚生労働省の賃金構造基本統計調査によれば、高卒で20歳から60歳まで40年間働き続けた場合の生涯賃金はおよそ2億円から2億5000万円とされている。逮捕リスク、服役期間、出所後の収入減少、社会的信用の喪失、精神的コストを全て含めた真の生涯収入で比較した場合、ヤクザという選択は少なくとも経済的合理性という観点からは高卒での一般就職と同等かそれ以下の結果になる可能性が高い。これは非常に重要な発見だ。ヤクザへの加入を高収入を得るための経済的選択として捉える視点は実は根本的に間違っている可能性がある。真実はヤクザへの加入は多くの場合、経済的合理性よりも社会的孤立からの脱出、アイデンティティの獲得、承認欲求の充足という心理的動機によって駆動されているということだ。経済的な豊かさを追求する手段としてヤクザを選ぶのではなく、社会的な居場所を求めた結果としてヤクザになる。この視点の転換は、裏社会問題を経済問題としてではなく、社会的排除と貧困の連鎖という構造的問題として捉え直すことを促している。第9章、国際比較。世界の組織犯罪の収入と日本のヤクザの立ち位置。ここまでは主に日本国内の視点でヤクザの経済を分析してきた。では、国際的な視点から見た場合、日本のヤクザという組織は世界の組織犯罪の中でどのような位置づけにあるのか、そしてその収入規模は世界標準と比べてどうなのか。まず世界の主要な組織犯罪集団の収入規模を概観してみよう。国連薬物犯罪事務所の報告によれば、世界の組織犯罪による年間総収益は世界 GDP の約 1.5% から 2%、数兆ドル規模に達すると推計されている。この巨大な市場の中で最大の収益源は薬物取引であり、全体の 50% 以上を占めるとされている。イタリアのシチリアを拠点とするマフィア組織コーザノストラの年間収益は全盛期において数十億ドル規模に達したとされている。メキシコのシナロアカルテルは麻薬密輸を中心に年間数十億ドルの収益を上げているとされており、そのリーダーであったホアキン・グスマンの個人資産は数十億ドル規模と推定されていた。これらと比較したとき、日本のヤクザの収入規模はどう評価されるか。カプランとデュブロの研究では、日本の暴力団全体の年間収益のピーク時推計として1兆円から1兆5000億円という数字が示されているが、これは主要外国犯罪組織の収益と比較しても相当規模のものだ。ただし、日本のヤクザには世界の主要組織犯罪と比べて際立った特徴がある。それは薬物依存度の相対的な低さだ。世界の組織犯罪が収益の大半を薬物取引に依存しているのに対し、日本のヤクザは伝統的に薬物以外のしのぎ、つまりみかじめ料、地上げ、総会や活動、賭博、金融業などへの依存度が高かった。これには歴史的な背景がある。ジェイク・エーデルスタインの研究では、日本のヤクザが表向きには
薬物は扱わないという建前を長年維持してきたことが指摘されている。これは単なる道徳的判断ではなく、市民社会との共存関係を維持するための戦略的選択だったとも解釈できる。しかし近年は、覚醒剤密売への暴力団の関与が増加していることが警察庁のデータからも読み取れる。防廃条例による経済的締め出しが強化される中で、より高収益の薬物しのぎへの依存度が高まっているという構造変化が起きているとみられる。もう一つ、日本のヤクザが世界の組織犯罪と大きく異なる点がある。それは犯行人的な存在としての歴史的な立ち位置だ。日本では、暴対法施行以前は暴力団事務所に看板を堂々と掲げることが許されており、組員は名刺を持ち、公式に組への所属を名乗ることができた。イタリアのマフィアも、アメリカのギャングも、メキシコのカルテルも、これほど公式に存在を認められた組織犯罪集団は、世界に類例がない。ヒルは、これを制度化された犯罪組織という概念で分析し、日本のヤクザが果たしてきた巡航教材的な機能、つまり紛争解決、秩序維持、市場の安定化といった役割を論じている。この制度化がヤクザの経済的成功を長年支えてきた最大の要因の一つだとも言える。表向きに存在を認められているからこそ、企業や市民はヤクザに問題解決を依頼でき、ヤクザはその対価として安定的な収益を得ることができた。しかし、暴対法と防廃条例によってその制度化が解体されるにつれ、日本のヤクザは世界標準の純粋な地下組織へと変容せざるを得なくなっている。その変容の過程で、ヤクザの経済モデルも大きく変化している。かつての地上での堂々としたビジネスから、地下での目に見えにくいビジネスへ、そして、その地下化が進めば進むほど、一般市民との接点は見えにくくなり、取り締まりは難しくなる。これが現代の日本における組織犯罪の最も深刻なパラドックスだ。法律による締め出しが、逆にヤクザをより危険な形態へと進化させているという可能性を、私たちは真剣に考える必要がある。第10章。脱出の経済学。ヤクザを辞めることのコストと現実。ここまでの章で、ヤクザという職業の収入構造、経済合理性、国際的な位置づけを見てきた。では、ヤクザを辞めることはどれほど難しいのか。そして、辞めた後の経済的現実はどのようなものか。この問いは、裏社会経済の中で最も見落とされがちな、しかし最も重要なテーマの一つだ。まず、ヤクザを辞めるという行為自体のコストから考えてみよう。一般的な会社員であれば、退職は法律によって保護された権利だ。民法627条では、期間の定めのない雇用契約は2週間前に申し出れば解約できると定められている。しかしヤクザの世界に、そのような法的保護は存在しない。広末昇の研究では、ヤクザを辞める際に、組員が直面する障壁を制度的障壁、経済的障壁、心理的障壁、社会的障壁の4種類に分類している。制度的障壁とは、組の規則として脱退を認めない。あるいは脱退に際して高額の破門料や足抜け料を要求するというものだ。この金額は組織や立場によって大きく異なるが、数十万円から数百万円に達することもあるとされている。そもそも収入が少ない仮想組員にとって、この金額は事実上支払い不可能な水準であることも多い。経済的障壁とは、組を離れた後に生活を維持する手段が著しく限られているという問題だ。ヤクザとして過ごした年月は、履歴書に書けるスキルや職歴を何も残さない。運転免許や特定の資格を持っていたとしても、前科があれば取得できない資格も多く、また採用段階でのバックグラウンドチェックで弾かれるケースも増えている。心理的障壁は、長年組の中で形成されたアイデンティティと人間関係からの切り離しという問題だ。10代から組に入り、20年以上を組の中で過ごした人間にとって、ヤクザである自分以外のアイデンティティを再構築することは、想像以上に困難な作業だ。広末昇は、この心理的障壁をアイデンティティの剥奪感と表現し、元組員が抱える深刻な心理的課題として詳述している。社会的障壁とは、辞めた後に一般社会から受ける拒絶という問題だ。住居を借りようとしても、前科の開示や審査で断られる。就職しようとしても、採用面接で過去を問われ、不採用になる。銀行口座を開こうとしても反社チェックに引っかかる。内閣府の調査によれば、元暴力団員が安定した社会復帰を果たすまでに平均して3年から5年を要するとされており、その間の生活は非常に不安定なものになることが多い。この4つの障壁が複合的に機能することで、ヤクザを辞めたいと思っても辞められないという脱出困難な構造が形成されている。これは経済学的に言えば、高い退出コストによる市場への囲い込みだ。一般の労働市場でも、転職コストが高い業界や職種では、労働者が不満を持ちながらも現状にとどまり続けるという現象が観察される。ヤクザの世界はこの退出コストが極端に高いため、一度入ったら出られないという構造が固定化されている。では、実際に脱出に成功した人たちはどのような経路を経てきたのか。広末昇の調査では、ヤクザからの社会復帰に成功した元組員に共通する要素として、
以下のパターンが観察されている。1つ目は支援組織との接続だ。元暴力団員の社会復帰を支援する民間組織との接触が社会復帰の最初のステップになるケースが多い。2つ目は手に職をつける機会の獲得だ。調理師、溶接工、大工など過去の経歴よりも技術が評価される職種への就職が社会復帰の現実的な選択肢として機能している。3つ目は家族パートナーの存在だ。社会復帰を支える家族や恋人の存在が心理的な支えになると同時に社会的信用の補完としても機能するという傾向が見られる。しかしいずれのパターンも運と縁に大きく依存するという現実がある。構造的な問題を個人の努力と偶然の出会いによって乗り越えるという構図は本質的な解決策とは言えない。元暴力団員の社会復帰を制度的に支援する仕組みの整備は治安維持の観点からも社会的コストの削減という観点からも日本社会が真剣に向き合うべき課題だと言える。第11章、現代のヤクザ経済、デジタル化グローバル化の波と裏社会の未来。時代は常に変化する。そして裏社会の経済も時代の変化と無縁ではない。むしろ表の社会よりも素早く変化に適応するのが生存本能を研ぎ澄まされた裏社会の住人たちだという見方もある。現代のヤクザ経済を取り巻く最大の変化の波はデジタル化とグローバル化の2つだ。まずデジタル化の影響から見ていこう。暗号資産、つまり仮想通貨の普及は裏社会の資金洗浄に革命をもたらした。従来の資金洗浄は現金を飲食店や不動産に通すという古典的な手法が主流だった。しかしビットコインなどの暗号資産の登場により現金を一度デジタル資産に変換し複数のウォレットを経由させることで資金の追跡を著しく困難にすることが可能になった。警察庁の報告によれば暴力団関連の資金洗浄事案において暗号資産が絡むケースは年々増加しており、捜査当局はブロックチェーン分析技術の習得という新たな課題に直面している。さらに SNS とダークウェブの普及は違法取引の市場構造を根本から変えた。かつては縄張りと人脈によって支配されていた違法薬物や偽造品の市場がオンライン上の匿名取引プラットフォームに移行しつつある。これは地理的な縄張りという概念を根底から崩す変化だ。縄張りを持たなくてもインターネット上で違法取引ができるならヤクザという組織の縄張り保持機能の価値は相対的に低下する。これが若い世代がヤクザという組織に加入せず半グレやオンライン犯罪グループに流れていく一因だという分析もある。次にグローバル化の影響だ。日本の裏社会はかつては比較的閉じた生態系だったが近年は外国の犯罪組織との連携競合が増加している。特に注目されるのが中国系犯罪組織、ベトナム系犯罪グループ、そして特殊詐欺の拠点となっているとされる東南アジアの詐欺コールセンターとの関係だ。アデルスタインの報告では日本の暴力団と外国系組織との協力関係が特に薬物密輸の分野で深まっているケースが記録されている。また東南アジアの詐欺コールセンターから日本の被害者を狙う特殊詐欺は実質的に国際的な犯罪ネットワークとして機能しており、その運営に日本の暴力団関係者が資金提供や人材供給という形で関与しているとされるケースも報告されている。このグローバル化は日本の捜査当局にとって深刻な課題をもたらしている。国内法の適用範囲外にある海外の拠点を取り締まるためには国際的な捜査協力が不可欠だが、国際捜査はコストと時間がかかり証拠収集も困難だ。ではこのような変化の中で伝統的なヤクザ組織の未来はどうなるのか。警察庁のデータを見ると組員数の減少傾向は続いており、組織の弱体化は数字の上では明らかだ。しかし数が減ったことが即座に脅威の減少を意味しないことは前の章でも触れた通りだ。むしろ組織としての規模が縮小する中でもその中核に残るのは最も知識があり最も経験豊富で最も合理的な人間たちだという精鋭化の側面もある。かつては約18万人いたヤクザが2万4千人に減ったということは、ある意味ではより精鋭化された2万4千人が残っているとも解釈できる。さらに組員数が減少しても組織の関係者という意味での周辺人口は必ずしも減少していない。準構成員と呼ばれる正式な組員ではないが組織と関係を持つ人間の数は正式構成員と同程度かそれ以上存在するとされている。つまり氷山の見える部分は確かに縮小しているが、水面下の部分がどれほど変化しているかは正確には把握できていないというのが現実だ。デジタル化とグローバル化という2つの波の中で日本の裏社会経済は今大きな転換点を迎えている。その転換の先に何があるのかはまだ誰にもわからない。しかし一つだけ確実に言えることがある。裏社会の経済は表の社会の経済と完全に切り離された別世界に存在しているわけではない。表の社会が豊かになれば、みかじめ料の取れる飲食店が増える表の社会で格差が広がれば、社会的に孤立した若者が組に流れ込む表の社会がデジタル化すれば、
詐欺の手口もデジタル化する。裏社会の経済は表の社会の経済の影として存在している。そしてその影は光が強くなるほど濃くなる性質を持っている。最終章、すべての数字が語ること。ヤクザ経済から見えてくる日本社会の断層。この動画を通じて私たちはヤクザという職業の経済実態を様々な角度から分析してきた。部屋住みの月収5万円以下という貧困の現実、中堅組員の上納金と義理ごとによって削られ続ける収入構造、幹部クラスの莫大な収益とそれを支えるフランチャイズ型の搾取システムバブル期の黄金時代とその後の法的締め出しによる凋落、半グレという進化型の台頭とデジタル化による裏社会の変容、そしてヤクザを辞めることすら困難にする40の障壁。これらの事実を積み重ねた先に見えてくるのは、ヤクザという現象が単なる犯罪問題ではなく、日本社会の深部にある構造的な断層を映し出しているという現実だ。広末昇が研究の結論として繰り返し強調しているのは、ヤクザ問題は貧困問題であり、教育問題であり、社会的排除の問題だという視点だ。ヤクザに入る若者の多くは、生まれながらにして選択肢が限定された環境に置かれていた。親の貧困、家庭の崩壊、学校での孤立、地域社会からの排除、これらの要因が複合的に重なった先に、ヤクザという選択肢が現実的な出口として現れる。これは個人の道徳的な失敗ではなく、社会システムの失敗だ。セーフティネットが機能せず、社会的孤立を防ぐ仕組みが不十分な社会では、ヤクザのようなオルタナティブな組織が代替的なセーフティネットとして機能してしまう。経済学者のジョセフ・スキグリッツは、格差と社会的排除が深刻化すると、非公式経済や犯罪経済が拡大するという傾向を著作の中で繰り返し指摘している。日本社会は、高度経済成長期には一億総中流という言葉に象徴される比較的均質な社会だった。しかし1990年代以降、非正規雇用の拡大、若年層の貧困化、社会的流動性の低下が進む中で、社会の底部に取り残された人々の数は確実に増加している。厚生労働省のデータによれば、相対的貧困率は近年おおむね 15% 前後で推移しており、特に子供の貧困率は一人親家庭において 50% を超えるという深刻な水準にある。このような社会的背景の中で、ヤクザ問題を取締り強化だけで解決しようとすることには根本的な限界がある。取締りを強化しても、組に向かわせる社会的プッシュ要因が残っている限り、人材は形を変えて裏社会に流れ続ける。ヤクザが半グレに変容し、半グレがオンライン犯罪グループに変容していくのは、まさにこの社会的プッシュ要因が解消されていないことの証左だ。ヤクザの年収はいくらかという問いは、単なる興味本位の質問に見えて、実は日本社会の経済格差、社会的排除、制度の失敗を照らし出す鏡になっているということだ。数字の向こうに人間がいる。その人間がなぜそこにいるのかを問うことなしに、数字だけを見ていても、本当のことは何もわからない。エンディング。この動画を見終えたあなたへ。今回の動画では、警察庁の白書、国内外の学術論文、ジャーナリストの調査報道を横断しながら、ヤクザという職業の経済実態を可能な限り正確に分析してきた。最後に、この動画全体を通じて明らかになった革新的な事実を改めて整理しておこう。第一に、ヤクザの収入は職位による超格差が最大の特徴だ。同じヤクザという言葉でくくっても、部屋住みの若い衆と一次団体の幹部の間には、経済的に見て別世界と言っていいほどの断絶が存在する。第二に、ヤクザの見かけの高収入は、上納金、義理ごと、逮捕リスク、社会的コストをすべて加味した真のコストを差し引くと、一般労働者の生涯収入と比べて必ずしも優れていない。第3に、バブル期という黄金時代は終わり、暴対法と暴廃条例によってヤクザの経済基盤は構造的に弱体化している。しかし、その反動として半グレというより見えにくい形態の犯罪経済が台頭しており、問題の本質は解決されていない。第4に、ヤクザ問題の根本には、社会的排除と貧困の連鎖という構造的な問題が横たわっている。取り締まりの強化は必要だが、それだけでは不十分であり、社会的セーフティネットの整備という根本的な対応が求められている。第5に、裏社会の経済は表の社会の経済と切り離されたものではなく、表の社会の変化に鋭く反応しながら変容し続けている。デジタル化とグローバル化の波の中で、日本の裏社会経済は今まさに大きな転換点にある。この動画で知った情報を、単なる面白い話として消費するのではなく、日本社会の深部にある構造的な問題を考えるための入り口として受け取っていただければ幸いだ。なぜ人はヤクザになるのか、なぜヤクザをやめられないのか、なぜ社会はヤクザを生み続けるのか、これらの問いに向き合い続けることが、裏社会という現象を真に理解するための第一歩だ。この動画が、そのきっかけの一つになれば、これ以上の喜びはない。もしこの動画が少しでも面白いと思っていただけたなら、チャンネル登録と高評価をお願いしたい。
あなたのその小さなアクションが、このチャンネルがより深い調査と分析を続けていくための力になる。次回の動画では、さらに深い裏社会の経済学を追いかけていく予定だ。引き続き、どうぞよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。